皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。早速ですが、映画とかドラマなんかで画像ファイルの中にデータが埋め込まれてるシーンを見たことはないでしょうか。この JPEG ファイル画像データにしてはなんかファイルサイズでかくないかみたいな、そんなシーンですね。今回はあれが具体的にどういう方法でやってるのかっていうのを見ていきたいと思います。今回やることとしては、1つ目が画像ファイルに埋め込まれたデータを抽出する。2つ目が画像ファイルにデータを埋め込んでみる。この2つについて解説していきたいと思います。今回使用する環境はですね、インターネット上にある演習環境を使ってみましょう。こういったジャンルのチャンネルを見てる方はご存知の方も多いと思うんですけど、トライハックミーの環境ですね。ちょうど良さそうなルームがあったので、そちらの環境を使用していきましょう。攻撃用のサーバーはいつも作っている仮想環境の仮 Linux ですね。そこからトライハックミーの環境に VPN を貼って接続しますよと。ということで、まずは画像ファイルに埋め込まれたファイルの抽出をやってみましょう。まずは演習の流れに沿ってやっていくんで、ターゲットサーバーのポートスキャンを実行してみますか。Nmap のコマンド使うんですけど、詳細については過去の動画で解説してるんで、知りたい方はそちらをご視聴ください。Nmap にいくつかオプションをつけて、あとはターゲットサーバーのホストを指定しますよと。ホスト名が blog.thm ってなってるんですけど、これは事前に仮 Linux のホストに書いてるんで、このホスト名とトライハックミーのサーバーの IP アドレスが紐づいている感じですね。そうするとサンバのポートが空いてると思うんですよね。今回はこのサンバのポートを利用して情報収集をしていきましょう。SMB クライアントっていうサンバの共有リソースにアクセスするコマンドがあるんですけど、コマンドというかツールですね。今回はそれを使いたいと思います。コマンドが SMB クライアント -L で、あとは対象のホストですね。より幅広い範囲で情報収集したいんであれば Enum4Reax 使っても大丈夫ですし、この辺は好みでどちら使ってもらっても大丈夫ですね。結果見てみると、シェアネームっていうところにいくつか名前が見えてると思うんですけど、これは共有フォルダに指定されているフォルダ名ですよと。今回はその中から BDSMB っていうフォルダにアクセスしますよと。コマンドとしてはさっきの SMB クライアントと同じで、blog.thm の後ろに BDSMB っていうのをつけるだけですね。これでアクセスできますよと。そうするとプロンプトが返ってくるんで、これでファイル操作系のコマンドが使えるんですよね。ls とか dir とか mkdir とか rm とか、この辺のコマンドが使えますよと。ls コマンドを打ってみるといくつかファイル名が表示されると思うんですけど、JPEG とか MP4 とか PNG とか、いくつかあるんですけど、一旦これをダウンロードしてみましょうか。get コマンドっていうファイルをダウンロードするコマンドがあるんで、それを使ってダウンロードしましょう。フォルダ見てみると全部ダウンロードできてますね。これで対象ファイルの確保ができたんで、まずは画像ファイルのメタデータを確認してみましょうか。で、これ画像のメタデータって何ですかっていうところなんですけど、普通に画像を見ただけではわかんないんですけど、実際にはこの画像の中に日付とか位置情報とか、あとは解像度とか色の情報とか、著作権とかタグ付けされたキーワードとか、結構いろんな情報が入ってるんですよね。それを包括してメタデータって言ったりするんですけど、そういう情報が画像にはセットされてますよと。メタデータを見るには EXIF ツールっていうコマンドを使うんですけど、EXIF ツールのファイル名でこれでメタデータが見れますね。とりあえず画像ファイルの情報を見てみたんですけど、ここでは特に怪しい情報っていうのはなかったですね。ちょっと前置きが長くなったんですけど、ここからが本題の画像ファイルに埋め込まれたデータを確認するっていう作業ですね。で、使用するコマンドが STEGFIDE っていうコマンドになるんですけど、これ画像とか音声ファイルに対してデータの抽出をしたり、あとは埋め込むことができるそういったツールになってますね。おそらくインストールされてないと思うんで、まずはコマンド叩いてインストールしちゃいましょう。STEGFIDE-info で画像ファイルにあるデータを確認することができるんですよね。そうするとですね、テキストファイルが見つかりましたよと。次はこのテキストファイルを抽出してみましょうか。STEGFIDE っていうコマンドは同じなんですけど、エクストラクトっていうオプションをつけるとファイルの抽出ができますよと。抽出したテキストファイルの中身を見てみると、You have found yourself in a rabbit hole ってことで、これは罠ですよと。ダミーファイルというか、トラップですよっていう、そういうことが書いてありますね。以上が画像ファイルに埋め込まれたデータを抽出するっていう一連の流れになりますね。次に画像ファイルにデータを埋め込む方をやってみましょうか。材料としてデータ埋め込む用の画像と、あとはこの画像に埋め込むテストファイル、この2つを用意しましたよと。画像にデータを埋め込む場合も同じように STEGFIDE のコマンドを使いますね。STEGFIDE でオプションで embedded-cf を使ってベースファイルを指定して、あとは -ef で埋め込む用のファイルの指定ですね。これにパスワードを設定して完了ですね。さっきと同じようにこれで埋め込まれたってことを確認していくんですけど、同じように STEGFIDE-info で確認しますよと。そうするとさっき埋め込んだテストファイルが確認できますね。で、事前事後で一応ファイルの見た目見てみると、これ特に変わりはないですね。左側が何もしてないファイルで、右側がデータを埋め込んだファイルになるんですけど、見た目上は特に影響とかっていうのはなさそうかなと。ファイルサイズ変わるかなと思ったんですけど、データを埋め込む前のファイルの方がちょっと軽くなってるんですよね。もしかしたら埋め込む時に画像の圧縮とかも同時にされて調整されてるのかもしれないですけど、ちょっとこの辺はよくわかんないですね。あとは補足になるんですけど、テキストファイルに埋め込む時にパスワードを設定したと思うんですけど、このパスワードも解析っていうのができて、STEGSeek っていうコマンドを使うとパスワードのクラッキングが可能ですよと。STEGSeek で解析する画像ファイルを指定して、あとはワードリストですね。
そうすると、ファウンドパスフレーズっていうことで、設定されたパスワードが分かりましたよと。で、これパスワードの解析と同時に抽出もしてくれて、このドットアウトっていうファイルになるんですけど、そのファイルの中に書かれてるテキストの内容も書き出してくれますよと。見てみるとこんな感じでちゃんとテキストの内容が反映されてますよと。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。